樹木の方ですね、その方でかなり発展したんですよね。だからそうです。藩が元の藩の藩士たちがそういう考え方をまた転換させたので、そういう意味では発展している。でも相良さん自身がそれに一人でそれを自分のものにしたわけじゃないので、なんていうかな、そういうところはちょっと他の藩と特殊かもしれないですね。なんちゅう、そういうなんて言ったらいいんだろう、そういうのはできてなかったんですか？できてなかった。今みたいに周囲が町を盛り上げたっていうようなそういう状況にはなかったということですか？よその藩は例えば相良藩というものがなくなってもそのビジネスマインドを持っている人たちが例えばここにどこにでもそうですけど、そのお殿さんの周りにいらっしゃった方がじゃあこれからビジネス頑張ろうみたいな感じでわっと押し上げていったっていう土地は日本では珍しい。他の藩のちょっと明治の動向は私があんまり知らないのですが、今お勉強なさってるのがビジネスにやった藩主は残ってるっていう言い方だったので、ちょっとそれとはニュアンスが違うかなという意味で言った。でもビジネスとして残ってるとこってそんなにないですよね。藩主自体がですね、結局財団みたいなの持ってないとね、徳川さんみたいにね、だから本当に一握りみなはず、だから人吉は相良さんがというよりは家臣団というかその藩の藩士だった人たちが、かなり頑張って明治政府に働きかけて、鉄道をこちらに引いたすごい努力をしてるんですよね。それでもってかなり発展してるので、ちょっと株式の風情こっちが入る。すごいSagara from is the word not businessman, but in that time around him who work for him, so they think it's not great still if こだわっている、こだわる、固執する。それはグーグル先生に聞くね。ちょっと待って。One moment. I can explain, but take your time. I want to ask a different question while you're working on that. Okay. どんどん置いてから。すみません。いいよ。意外ちょっと変わる。英語喋れたらいいですね。昔大学先生のちょっと浪人とか武士侍明治の後でがサラリーマン。サラリーマン、はい。Is that true? 本当ですですね。サラリーマン。ビジネス。どちらかというと、それまでがサラリーマンだったんですよね。国からもらってる。そうです。武士だけ特別な俸禄をもらってるけど、それがなくなった。武士だけの特権の俸禄がなくなったので、そうですね。刀は確かにない。ビジネスマン。サラリーマン。ちょっと別にです。その後はどうされたんですか？結局斎藤もできないし、武士の特級のそういう俸禄もなくなったって聞いているので、要するに武士という地位自体はなくなっている。平民になったっていうことですよね。そうです。はい。その後の仕事って何かされた？その後はですね、だからみんなだから売ってますもんね、土地を。そうか、そういうことですね。土地を売ってビジネスマンになったっていうことはちょっと違うかもしれない。正式には。どちらかというとそうですね。サラリーマンというのは会社に雇われて給料をもらっている人たちだけど、自力で頑張っている感じなので、サラリーマンじゃちょっとないですよね。なんだろう。
だからそれぞれそのだって相良さんでもお店を出したし、おまんじゅうとか売ってなさったし。何が起こったか、秀吉の相良君。何が起こったかというと、結局サラリーも払われてないです。ですから自分でお金をゲットしないと、お仕事を探さないといけない、自分でという形。Another people, so says so Lord Sagara have a own land, but so after period samurai, so Sagara so says own land everyone. Oh. からですね。貧しく。だから西南戦争が反発した。わかりました。Okay. Okay. だけどみんなノーマニーになって。とても何の話になってるの？西南戦争が起こった。なんで要するに仕えていた藩士たちは何が起こったか、藩がなくなって、侍たち要するに仕えていた藩士たちは何が起こったかって聞かれたので、結局彼らもお金もサラリーマンになってるわけじゃない、ノーマニーになってるので、自力でどうにかしないといけないし、土地も売ってしまうということで、ここも全部売ったんですよね。で他の人たちもなってる、だから怒って、それに対して怒ったから西南戦争が起こった。新しい明治の政府に対する怒りが爆発して、そうです。人吉はどっち軍だったの？人吉は薩摩ですね。薩摩、島津についたんです。なるほどなるほど。全般にやられたの？そうです。勝つつもりだったんですけど。アメリカの政府がインディアンの土地をゲットしたんですか？The American Indians? ネイティブアメリカン。そうですね。近いかも。Yeah, it feels like here. It feels like what happened in Kumamoto, or all over Japan. So for those of you that kept up with the conversation, we are discussing the history of the Sagara clan, what happened to the Lord and his vassals after the Meiji era happened and all the samurai were dispersed throughout Japan. Lord Sagara did not want to engage in new business. So his vassals and his underlings and the people around him asked the government to make the Hideyoshi Railway to make the forestry industry strong, to give them other opportunities to lead businesses. For example, we've been to the Nabiyama Ryokan, we've been to all the other hotels that are over 200 years old. So they were here during the transition of the period, which is beautiful. Please explain, did I use this for history lessons in America for Daigaku Gakusei and my own students? 今のインタビューを、アメリカに帰ってYouTube に上げるだけじゃなくて、彼学校の先生でもあるので、例えば大学生、高校生、中学生あたりまでなんですけれども、日本史の一コマとしてこのストーリーを教えたいと。ぜひよろしくお願いします。So, do you know what happened to the family in Kumamoto City? Kumamoto Kumamoto-jo, Kumamoto-jo no daimyo. What happened? Kiyomasa to Hosokawa? Yeah, the clan in Kumamoto City. What happened when the Meiji era happened to them? 明治時代のついてそちらはですね、途中今度は細川藩はどちらかというと今度は新しい文化を取り入れようとした、明治のその西洋風な。細川藩 has business minded. Okay. 外国の風を取り入れようとしたみたいですね。でも結局
お城は一緒で、だから熊本城も、全部その土地はあれになるんですけど、細川はその後どういう形になったかあんまり私は詳しくはないのですが、まあそのプライドを持ってずっと生きてこられてるから、まあ、首相とかなられてますけど、細川さんになった時もありますけど、ただもうその後やっぱり形はどういうビジネスをしてたかまではちょっとわからないけども、相良と違うのは、藩主が細川のお殿様が率先してそういうものを取り入れようとして動いているっていうのは聞きましたです。ただ相良は、まあ、そういう時は藩主はそういうふうに動かなかったけれども、結局その西南戦争の後のもう明治政府が力を持った後はもう完全に藩士家来たちが考えを変えて新しい明治の動きにすぐ乗っていってるっていう形なんですけど、細川についてはちょっとあんまり詳しくはない。ただすぐ明治政府で変えますよって言った時にそういう動きの違いがあったということは。She's talking about Lord Hosokawa, the Meiji time. Here, I said to you that he had business-minded, and he liked to take a new wave from foreign countries. So, and he worked about that very well. So after that, of course, he lost every position as daimyo, but he built his business. Yes, he built it. And after also his descendants worked very well about that. Not only business, the political, because いつだっけ細川さんの首相になったの before that time, our prime minister was a descendant of Hosokawa. Yes. What? So Kumamoto had a prime minister? Itsu. いつだ知りたい。1980年ぐらい。森弘さんですよね。何代前かな。すみません。すごく印象的なエピソードは、大名が明治政府が全国の大名を呼びつけたんですよ。今から明治になりますよということを教えるために。で細川藩は着物で、呼び出せた時にみんなもちろん侍なので着物で、江戸に行くわけですけども、帰ってきた時はジャケットそう着物で彼は行ったけど、帰ってきた時はジャケットスーツを着て、そういう洋服を着てで戻ってきたから、細川藩の人びっくり仰天、そういうふうな、そういうふうな分かりやすいですよね、考えが変わった。相良はそうじゃん、着物で行って着物で行く、今まで通り頑張ってって言ったけど。This is one interesting story about Lord Hosokawa. The Meiji time, the government asked to every crown of Japan to gathering to Edo, because the Tokugawa want to explain to them the change time. Yeah. From Edo time to Meiji time. And that time, Hosokawa crown, everybody, the member of Hosokawa, everybody again go to Edo. Before go to Edo, they are wearing kimono, but after they visited Edo, they're back to the Kumamoto. So everybody wearing the jacket. The Western business suit. Yes. Okay. 洋服で着て、差が違う、着物で着物だからそこに考えの差が、藩によってそういうふうな如実違いが出てきて、Yeah.
with kimono, back with kimono. And then they fell. Yes, so they are very care about traditional. わかりました。I went to 私は日本の勉強はリライド大学、アメリカでルイジアナ州のワン市でも鳥居先生とか藤田先生の明治レストレーションにでもIt's a very important time in Japanese history. Just like the change of Oda Nobunaga, just like the change of Yasuke with Oda Nobunaga. And what my professor taught me was that Choto Hanbun Samurai Clan Dame Meiji Demo Hanbun wa okay, change. Yes. Is that how you feel about Japanese history? 今話したようなことですね、新しい風を取り入れようとした、大名諸子が半分ぐらいいて、そう江戸時代に固執した人たちがやっぱり半分ぐらい、それについて、割合はちょっと私もありますけど、確かにそうどちらかになった、だからそうですね、それが最後の戦いになった戦争っていうのが新しい考え、トラディショナルな考えがで最後の西南戦争が結局トラディショナルな人たちはやっぱりっていう形です。だからどんどん西洋化して。Just before since to this time, they fight the group of like the Edo government. They want to be the change, the new wave to new government. They fight each other, You know, the last samurai battle. Yes. We call it Seinan Senso. Seinan Senso. That's why it happened. Okay. My last question is there a history of the change in Hideyoshi in English on a website? 人吉のイングリッシュ観光 You mean tourism? No, not everything, but what I filmed today, the pictures, the artifacts, is there a website that explains how important that Hideyoshi is, the history of Hideyoshi, the Kumamoto Prefecture? 秀吉の前から秀吉が来る前から秀吉が熊本でどんぐらい重要なのかどんだけ重要か。難しいですね。あとはですね、ウェブサイトでそれを紹介するつもりとかはあるんですね、熊本の中で一言で言うのは難しいですけれども、結局相良藩っていうの自体が何が相良藩がそんなに難しい質問じゃなかったような気がする。ウェブサイトで大丈夫だよね。ウェブサイトでちゃんとイングリッシュバージョンで向こうのヒストリーを紹介したいんですか。できるか。どうぞ。その予定とか予定とか行政とか。それはですね。ないというか、この前日本遺産になった時にホームページどこにあげてます。どこの日本遺産のホームページ。日本遺産のホームページにはどうやってたどり着くんですか。日本遺産って検索したら出ます。日本遺産人吉くまって出たら確かに出ますね。多分たどり着かない。難しい。It's okay. They have a Japanese website, but not an English website.
They have English website, but maybe we cannot reach. Okay. It's difficult. Keywords. Okay. Again, this is where a CIR from the JET program and Kinsho comes into play. If they wanted to make a website, they could contact the CIR and work on a special program. Okay. 県のプログラムで、例えば ALT みたいなのと同じくてCIR っていうサービスがあってですね、それ国際交流員っていうふうに訳されてるんですけれども、もし翻訳バージョンを例えばウェブサイトでいろいろ作りたいと思ったら、そこに問い合わせれば手伝ってくれるっていう話をこの間からしてるんですよ。もしそういうご予定とかあればっていう話なんです。実際説明とか見てほしいんですよね。実際そういう人がいるっていうことを知らないからですね。そう ALT は有名ですよね。ジェットプログラムっていくつかのサービスに分かれてて、その中の一つが ALT である、一つが CIR である、もう一つぐらいあると思うんですけれども、それぞれ違う役割があるんですって。もちろんCIR のメンバーも学校にいたりもするんですけれども、もっとビジネス寄りのことをしているという話ですね。私たちもその CIR という存在を言葉に聞くまで知らなかったので、彼が帰国した後にちょっと会いに行ってみようかなと思ってます。ただね、常駐してるわけじゃないっていうんですよ。ただコンタクトは県庁でしかるべき部署に問い合わせれば必ず紹介してくれるので、そういう人と会って、その人はもう必ずビジネス支援という項目に入っているのでやってくれるんじゃないかなと思ってますね。すみません。私は日本語ペラペラじゃない。私も英語を思い出して。私も英語ペラペラじゃない。難しい。でも、Kumamoto, Ken, and Hideyoshi are very important to me because we have similar histories in America. ちょっと文化はKumamotoにでもテキサス州ちょっと一緒で、they had the Battle of the Alamo, where the Americans lost control of Texas because of the Mexican army, and we were forced to change with the time to reclaim Texas to become America. テキサス州と似ていた感じってことですか？はい、アラモの戦いって多分映画なんかでご覧になったことありますけど、あると思いますけれども、検索してください、もしご存じなかったら。アラモの戦いのいきさつが割と熊本の歴史に似てるんです。そうか。なんか聞いたことある。アラモ。So thank you for answering my questions. Because my Daigoku sensei no choto wakarimasen. I don't know the history of Hideyoshi. I don't know the history of Kumamoto. My Daigoku Nihonjin sensei wa choto Kobe とか広島とか東京。そう九州ちょっとwakarimasen. それだけ。中国か。そう本当ありがとうございました。ありがとうございました。写真撮ります？ Please, please. My camera's right there. Okay. All right, so for those of you out there watching on Travel with Montague on YouTube, today I got to tour the beautiful Hideyoshi Castle Museum, which is the historical, accurate place of the history of Hideyoshi and Joe, the Sagara clan, and what happened during the Meiji era, what happened after the Meiji era. The office boss is actually the castle historian who's an expert on the Sagara clan and what happened. And a lot of questions I've had since college in 2003 have finally been answered almost 15 years later. In half an hour of bad understanding and bad translation, we finally got the reason of what happened to the Sagara clan. Turns out that half of the samurai clans were asked by the Tokugawa government to come to Tokyo to discuss the transition of the country. Almost half of the samurai lords wanted to stick to the old ways because they would win, even with the Battle of Admiral Perry blowing open Tokyo Bay and blowing open Nagasaki with the iron steamboats that came all the way from America. Even with all the firepower, they still fought to preserve their traditions. So for those of you that watch
The Last Samurai with Tom Cruise, that was a transition from the final days of many clans to the forced evolution of Japan. My personal feelings is that stubborn old men aren't going to change their mind, which is true, which is why a lot of the clans were defeated in battle and everything was stripped from them. But to clarify what actually happens, that all daimyo lords were stripped of their positions, their power, their establishment, their lands, and everything else. The money that they had depended on what they did within their final days. A lot of clans invested in the future. Found out that one of the clans that I'm familiar with from my studies in college is that the Hirokaza clan of Kumamoto changed with the times. They invested in businesses, they invested in the infrastructure. Little known fact that one of their descendants became one of the prime ministers in Japan. So the running joke that explains what happened historically in Japan is that out of all the clans that went, you could tell which clans changed with the time. They wore the kimonos to Edo and they wore their kimonos home. All of the clans that got with the times took their kimonos to Tokyo and the kimonos stayed there. They came back in Western style business suits, ready for the ushering in of a new era. For those of you that didn't take Japanese history, Meiji era is before World War I and World War II. Japan is an ever-growing, beautiful country, and I feel that what happened to the Sagara clan is similar to what happened to the Native Americans in the United States. A conquering force showed up and took everything from you and told you to get lost. The descendants of the Sagara clan now live in Ibaraki, Japan, so they are currently in northern Japan, but we don't know what they're up to, what they're doing, or what they've been doing for the past 150 years. 200 years. So today's tour was beautiful. I enjoyed it. The staff were very friendly. The cost of the tour for adults is 200 yen, $2. It's a small museum. You can see the entire museum in under an hour and a half, 2 hours. That's if you stop and watch every video, and you get the special permission to go to the basement area of the museum that you've seen in the previous video. So again, thank you for being with me for Montague Travels. This summer has been beautiful. A lot of people don't understand that I've only been in Hideyoshi, Japan for under 2 weeks. I've done over 15 interviews, 30 tours, and we're still going strong. So thank you for watching Montague Travel. As always, hit the like button. Like button should be about here. Comment down below and hit that subscribe button right there on the side of your screen. As always, share to your social media. My videos are not just for my business, they are for students to practice listening and understanding Japanese. They're also used in my classroom to teach about world cultures. So thank you for being awesome, and yeah, I'm rocking Neo Tokyo today. It was too hot this morning. Peace. Buenos.